テビさ、こんな時にレポートなんて書かないでくれる？床に散らかったものに足を引っ掛けるよ。襲撃されないうちに詳細を記録しておきたいの。もう終わったよ。この材料室は3つ目の広い部屋だな。だが人はおろか残留物すら見当たらない。サンプル、レポート、材料、何もない。この感じも気味が悪すぎる。黒幕が俺たちより先に動いたんだ。もちろんそうだとしてもここは奇妙すぎる。誰かが徹底的に病的なまでにここを片付けたに違いない。ならここにいた研究員は移動したのか、それとも。ダメだ、欠落が多すぎて具体的なプロセスを推理できない。ゴルカ、ゆっくり進むんだ。早足になっているぞ。大丈夫だよ店長、気をつけてるから。ここは4つ目の部屋だね。ここにいた人はみんな消えちゃったみたい。これって私と関係あるのかな？あるかもしれないし、ないかもしれない。ここで何が起こったにしろ、どうやって確認したらいいのかは誰にもわからない。ゴルカ、関係ないことを自分に結びつけようとするな。あの手紙を覚えているか？君はここが嫌になって逃げることを選んだ。ここで何らかの事故が起きた時、君はボロトネイの街角で人から物を奪って食べていたかもしれない。今一番恐ろしいのは現実に存在するあの2人だ。周囲に気をつけろ。うん、分かった。入り口で見た構造図だとこの実験室は3階まであるんだよな。彼らが内部のスタッフまで欺くほど卑劣じゃなければそうなるね。なら引き返すべきだと思う。理論上の黒幕が誰であれ、ここを始末した以上どこまで進んでも痕跡が残っているはずがない。それにゴルカがここから逃亡したんだとしても、同じ場所にいた実験体は構造を熟知しているに違いない。発信機があるとはいえ、このまま奥に進むのは危険が大きすぎる。地上に戻ってからアイギスに正式な支援を申請する方がいい。他にも出入り口があって、私たちが救援を要請しているうちにあいつらが逃げたらどうするの？アイギスがどうにかしてあいつらを探してくれると信じるさ。あの2人が逃げてもこの実験室が消えるわけじゃない。情報部ならこういった作業はお手の物だ。冒険を続けるより分析は彼らに任せるのが賢明だろう。異論はない。こんな場所にずっといるとこの先1ヶ月は悪夢を見そうだ。直接駆け足部に支援を要請するんじゃダメかな？ナビゲーターは確か前にあの支部長を怒らせたよね。支部長ともあろうものなら少なくとも公正に処理できると思うんだが。なんだ、地震か？違うよ、よく聞いて。
冤罪か。こんな場所でこんな時に。どうしたんだろう。直接この実験室を攻撃し始めたんじゃないよね。この動きから察するにそうだろう。ここは浅いんだよ。このまま暴れさせたら崩れちゃう。元の道を引き返せばあいつらと鉢合わせだ。バンチキュースか。エフゲニア、ゴルカの記憶喪失の原因が適合率テストかもしれないって話覚えてるか。ついてこい。荒削りだが考えがある。現在を倒せるようなこと他に何がある。だよね。それならデビさん、ナビゲーターに考えがある。そこに行ってくるから、あんたは他の人を連れて引き返して。この実験室から通路の入り口までは直線距離が長い。建物が倒壊してもあんたたちは中に隠れれば安全かもしれない。ちょっと待って、2人ともいつ崩れるかわからない場所の奥に行くの？自分たちの退路はどうするのよ。私たちが戻ってスコップで掘り起こせっていうの？なんとかなるって心配しないで。いつもこうなんだから。分かった。おちびさん戻るよ。わかった。発信機をつけたやつはこの方向にいない。もう一人の方だね。三流映画監督でさえ危機のプロットは分散させるものだって知ってるのに。追跡手段はあるのか。この前万が一に備えてあのおちびさんに発信機をつけておいたの。精度が高いやつをね。あの子を取り戻すよ。エグサとナビゲーターは現在を倒す方法を考える。あなたはひとまず何もしないで安心してここに座ったまま君たちが全てを解決するのを待つのか。君から見た私は非力な守るべき対象だっていうのか。テベルだ。退路はどうやって確保する。このクソみたいな場所に全ての出入り口を封鎖する設計があったらどうするんだ。ナビゲーターの推測が外れていた場合どうやって現在を倒す。つまりチキン野郎が扉の開閉権を握っている状況で君はどうやって逃げるつもりだ。いいっすか、落ち着いて。心配いらない隊長。私は十分冷静だ。その昔大勢を生き残らせるための戦術を誰が考えたのか忘れたわけじゃないだろう。君が発信機をつけたやつはどの方向にいる。現在地の南西方向約20度ね。高さは特定できない。このバージョンにそこまでの精度はないの。十分だ。私が対処する。それから何か君たちを支援できないか見てみよう。あいつの近くにはきっとコントロールルームのようなものがあるはずだ。私はそこから手をつける。分散しよう。このクソったれな場所で全ての面倒事を解決してできるだけ生きて戻るんだ。それでいいな。後で会おう。